はい、どうもいいです。今回はですね、ブラックフライデー、今週とうとう来ましたということで、週末ですね。FC プロまだ来たばかりなんですけど、なぜか、リークがめちゃくちゃ出ててですね、もう激アツメンバーになっております。で、今ね、ここでちょっと画像を出してしまうのもあれなんですけど、一応リークで出てるのがバペとか、フリットであったりとか、はい。ジダンであったりとか、あのあたりが、出てたりとかですね、結構アイコンとか、普通の、現役選手、今の現役選手とかも含めて出てる選手が激アツなので、前回のですね、昨年のもう振り返りながら見ていってですね、昨年確かミニリリースでめちゃくちゃ選手増えた印象があるんですけど、今年も同じ感じなのかなっていうのと、あとはですね、昨年で言うと、今までの作品もそうなんですけど、まず TOTW、今まで配信されてきた TOTW の、ベストメンバーみたいな感じで、いい選手ばっかりが選ばれて、再輩出になると。で、その週の TOTW。で、今この出している、サンダーアイコンですね。サンダーアイコンであったりとか、サンダー選手の方、この後出しますけど、であったりとかが、出て、で、プラス、今までの特殊選手ですね。が、前作は再配出されたと。で、もともとブラックフライデーでどんなイベントって言った時に、ブラックフライデー自体はですね、パックが大量に出る。もう、本当だったらジャンデアとかアルティメットってめちゃくちゃいいパックだったんですけど、それが主流だったんですけど、前作あたりぐらいからですね、プロモが、もうバンバン出ると。ブラックフライデー終わってからもめちゃくちゃ出るやんか、みたいな話題になって、もう今になってはですね、先週配信中にちょっと数えてみたら、プロモで21種類ありました。はい。もう全然ブラックフライデー関係ないのに21種類なんで、今作も結構ね、激アツなものは来るかなっていうのは正直思うんですけど、どんな感じかなっていうところも含めてですね、ちょっと楽しみにしつつ、前作で言うとですね、やっぱりその期間限定というか期間時間、時間を限定してですね、86のトレカとかが結構激アツで、1000円で確か買えたと思うんですけど、あんな感じのが来たりとかして、結構激アツだったのは覚えてます。で、今からですね、この、先週見ていくんですけど、実際ですね、どんな感じだったか見ていただけたらなと思います。これもアップグレ後になってしまってるんであれなんですけど、クライフであったりとか、あとですね、こう見てもわかるクライフ、ロナウジーニョ、プシカシとか、で、ビニー、ネイマール、とか来ててですね、カトドとかも確かね、これアップグレ関係で、転売もできるっていう感じでした。だから実際強い選手だけじゃなくて、アップグレもできる選手がめちゃくちゃ出てくるということで、その辺もね、転売要素、この辺もそうですけど、7万が10万とか、結構、転売要素としても面白い、イベントだったかなと思います。ベルシルとかも絶対高いやんと思ったら安かったりとかですね。結構能力高いのに安いとかもありましたし、カシージャスであったり、ファンデルサール、前作はキーパー2人出てきたりとかですね。あとカントナが来たりとか、結構ね、このディトロとかも転売で結構やりましたけど、これ結構やってた人多かったんじゃないかなと思いますね。3万がこの6万ぐらい、7万とかいったりとかっていうとこですね。あとヘンプであったりとか、デヨング、懐かしいですね。バルセロナが勝つとみんな予想して作ったけど、結局全然勝てず、ほぼアップグレなしだったかな、確か。であったりとか、ルカクであったり、チーク。これチークが確か目標でもらえたのにめちゃくちゃ強かったりとか、そういうのが結構あったなとは思いますね。はい。で、こうやって見ててもですね、こういう選手はクロスターマン、デイビスであったりとか、普通に強い選手がやっぱり多数出たなっていうイベントで、このジュエリントンとかも、結構良かったなっていう印象はあります。で、あと先週値段変動ですね。せっかくなんで、前回、動画も出してるんで、そちらを見ていただけたら、いいとは思うんですけど、再排出とかがあってですね、ハンセンとか、やはり再排出されましたと。で、値段変動で言うと、11月ですね、ここのタイミングで再排出されて、3、40万ぐらいかな。50万ぐらい落ちたりというとこがあったりとかして、結構メタ選手だったんですけど、こんな感じになったりとかはしました。再排出ですね、このタイミングで言うと。はい。こういった感じですね。再配数あるんですけど、はい。結構、こういうのを楽しみつつですね。あとはキンデアとかで言うとバペとかが
結構わかりやすいかなと思うんで、せっかくなんでバペを見ていきたいなと思います。バペとかプテかな、多分。バッペがですね、まあずっと高かって、11月25の時点で、まあ21で230万になって、まあ時期で言うと今のタイミングだったんですけど、まあここからちょっと落ち着いたっていう感じにはなっております。まあここで逆に上がったりとかはしてますけど、またすぐ落ちるっていう。まあもう金レアなんでね、正直。さあそうなるよねっていうところはあるんですけど、でまああとプテとかですね。プテに関しても、まあ11月ですね、ここで、まあ大きく落ちてきて、20日で、ここからまあ、18からですね、ここで20万ぐらい落ちて、まあ27、28、ここででも戻るって言っても4万ぐらいだけ戻ってその後もう落ちてるんで、まあ金レアに関してはまあ本当にこんな感じで動くかなっていうところですね。はい。でまあ前作のバペとか、も見ていきたいなと思うんですけど、快楽者バペですね。まあこんな感じで、20、ここかな。まあ500万とか、もともと600万だったのが、まあこの辺で400万に来て、もうずっと落ちてるんですよね。まあこういった感じの、まあ再排出とかやっぱり入ったりとかするとこういう感じになるんで、まあその辺がね、結構、難しいところであるんですけど、まあ今とかだと結構質問として多いのはやっぱり、どれまあここで使いましょうっていうのがあるんですけど、まあ今作は今作の独特な動きがあると思うんで、まあ大体ブラックフライデーって、まあ、暴落しまくって結局どっかで落ち着いて、みんなまた再度買い直すんで、早く買わないとみたいになって値段上がるっていうのが、まあ例年の動きです。まあただまあ金とかまあ見てもらったりとか、特殊とかでもあえて値段落ちたりもするんで、まあ普通にね、まあこういうことも全然あるので、はい。まあ実際、まあ期待しつつですね、その辺見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあサンダーね、本当に激アツなメンバーだったので、はい。まあ恐ろしいメンバーでした。まあちょっと口頭でね、ちょっと画像を出すのもあれかなと思うんで、口頭で、まあちょっと言っていきますと、まあ本当にね、フリット、ジダン、ジーコであったりとか、ビエラーであったりとか、まあその辺が来たりとかですね、まあ、あとはまあ、バルベルデ、ダッシュフォード、サリバ、デブライネ、クンデとか、フォーデン。まあ、この辺も名前が上がってると、イサクとか、まあ、いろんな名前が結構上がってて、めちゃくちゃ期待できるイベントかなと思うので、ぜひこの辺期待して、待っときたいなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また。はい。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。転売情報をですね、紹介最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。まあ、こんな感じでですね、情報を出しております。まあ、今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、まあ、いろいろあって3つになったんですけど、まあ、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは、相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube 載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめであったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカート相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかですね。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、
アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。